はい、ここからはデンドロビウムのキャンディーです。キャンディー、今年この苗を春に苗を入れて今こういうぐらいに育ちました。来年すごく見事になるかなと思っています。苔玉作りですね。でこれは去年つけたやつですね。はい、もう根が回っていますね。これは上に向けたんですけど、これなんか下に向けてこういう状態で、立ち上がってきたっていうやつですね。これが自然の状態かなと思うんですね。これだったら支柱もいらないし、重力に従ってこう咲いてくれるんで、はい、こういうのもいいかなと思いますね。もう根がしっかりついてきてます。今度夏は観葉植物でも結構いいと思うんですよね。はい、花が咲く観葉植物で成長が見れる、苔も綺麗だということで、都会のベランダ園芸には最適かなと思うんですよね。はい、でもまだこういった情報がなかなかないんで、それをですね、このクルクラメさんの方で、紹介してもらって、徐々にこういったですねベランダを飾るような花がですね定着していくようにしていきたいなと思っているところです。普通の大輪系のイエローソングキャンディーですね。キャンディー、この苗がですね、今年また400、500株こう入るんで、またこういったやつを徐々に作っていきたいなと思っています。はい、山本デンドロビウムさんのキャンディー、はい、が手に入りそうですね。これがですね春の植木市用に作ったデンドロビウムのリゼっていうやつですね。リゼ、植木市ではまだ巻いたばっかりだったんですけど、こういう形で巻いたばっかりで、花がこのバルブについてるやつですね。でも今年はですねそのままこう売れずに売れ残ったやつを家のハウスで管理していたら、こういう形でバルブが2本ついてくれました。はい、まだ止め葉が出てないんで、今からまだ9月まで成長して10月ぐらいに止め葉が出てこう固まってくると思います。で来年は2本立ちができていると思うんですよね。でこれも自然な感じ、苔玉作りにして、自然な感じで根が出てるんで、こういったのも面白いかなと思うんですよね。はい、ですからちょっと花が終わって売れ残ったやつもですねこういう形で手を加えてやると面白い形ができるんで、皆さんもですね花が終わったらおしまいじゃなくてですね、徐々に手をかけて、こういった後を育ててやると綺麗な花が咲かせてくれますんで、ぜひですねその辺もそういう植え替えとかそういったやつの情報もですね提供していきたいと思っております。これもキャンディーなんですけど、普通はこうやって育てるんですからね、それを下に向かせて、こっちが普通の自然の重力にこう負けずに上に上がってきたやつですね。こういったものなかなか面白いと思うんですよね、風情があって。はい、今ビカクシダが今流行っておりますけど、あれもですね造形というかそのインテリアとしてこう今流行ってきている部分があるんで、今若い人たちにすごく流行ってるんですけど、今若い人たちもこういったですね新しいこう飾り方、新しい植物の育て方っていうのもぜひ伝わればいいかなと思っているところなんですよね。はい、自然な感じですね。これだったら支柱もしなくていいし、重ければまた頭下げて咲くし、いいのかなと思っています。あとこの根の動きですね。根の動き面白いですよ。先端はグリーンでどんどん伸びていきますからね、この辺もぜひ見どころかなと思うんですよね。でこれがですね、去年導入した暁ですね。結構苗がいっぱい来たんで、それを板付けにしたいです。去年の8月にちょっと津野町の方でイベントやった時にくっつけたやつがこれですね。もう根がこういう形で張ってですね、私的にはすごく面白いかなと思うんですよね、この根の動きがですね。はい、これが暁です。赤い花ですね。赤い大輪系の花でした。これも今年結構あるんで、もう来年からです、今年の秋から徐々に販売していきたいなと思っています。はい、暁ですね。これもですね新しく導入した苗なんですけどね、ネオルージュってやつです。ネオルージュ、ヘルコグロッサムを掛け合わせて作ったやつと言われてますんで、ヘルコグロッサムよりちょっと色が赤いんですよね。はい、そういうのでバイヤーの方から勧められて、これを導入してみました。はい、去年
導入したヘルコグロスタムのほとんどもう、7割8割から方売れてしまってですね、今株分けとかそういうので増やしているところなんですけど、それとの掛け合わせで赤がちょっと濃いやつって言われたんで、それもこういう形と鉢植えに今作っています。なかなかこれはですね、ある時にこう仕入れておかないともう次がないんで声をかけられた時にはもうできるだけ仕入れるようにしております。ネオルージュってやつですね。ちょっとヘルコグロスタムよりはちょっと赤みが強いってやつです。苔玉作り、これを将来的に板付けにするのか、ちょっとこの出来具合によって考えようかなと思っているところですね。でこれが今年春売れ残ったやつです。でもこういう形で新しいバルブができるんですよ。ですから1年咲いてもうおしまいじゃなくてですね、こういう形で水さえちゃんとやっておくと綺麗な形でバルブが出てきますんで、また伸びてきます。まだ飛ぶ山も出てないんで、こういうのもしっかり来年咲きますからね。花が終わってもう処分じゃなくて、梅雨時期に外に出しておくと結構きれいに伸びてきますんで、まだ家の方にはですね、もうこれの倍ぐらいバルブがでかくなってるやつもあるんで、結構売れ残ったやつはしっかり梅雨時期に外に出して、太らせると、肥料やって太らせるときれいな株ができますんで、デンドロビウムのときめきってやつですね。ときめき、これは普通のデンドロビウムですね。贈答品なんかでよく使う大輪系ですね。こちらが南壁になります。南壁にこう2メーターの寒冷車をこうして、展示場を作ったというやつですね。でここにはほとんどガーデンデンドロビウム、外の木にくっつけられるデンドロビウムを作っております。こういった苔玉にしたまんまのやつとか、板付けにしたやつとか、そういうのを飾っています。ここで養生して、これを苔玉にするのかどうするのか、ちょっと今からこう、とりあえずここで太らせようと思っています。である程度明るさにも慣れさせてですね、こういう感じでいっぱいできています。来年が楽しみですね。これ前紹介したですかな、こう白系ですね。このデンドロビウムが一番こう丈夫でしたね。しっかりもう根も張るし、ガーデンデンドロビウム、特にこの白の黒目が一番丈夫なような気がしました。大株になるんで、これ6月ぐらいですかね、いきなりこう、杉の木を切って板を切ってそれにくっつけたっていうやつですね。試験的にくっつけて、結構今きれいに根が張ってきています。根が出てますね。でもこれもですね、いきなり6月梅雨終わって7月に入ってものすごく暑い日に葉が焼けたんですよね。50個ぐらい作ったけど半分は葉が焼けて今養成中です。もうほとんどダメージ強いですね。下の方でこうあんまりこう日が当たらないかなと思ったんですけど、いきなり雨が終わってからの日差しが強すぎてこう葉焼けした跡も残っております。でももう半分ぐらい残ってですね、こうきれいにこう根がついてきてますんで、これも来年に向けて試験的に今やってるんですけど、どういう状況になっていくのか、どういう太りしてくるのか楽しみなところです。これはですね、2年生の高めを取ったやつの2年生を3株杉の板につけたっていうやつですね。もう根が出てきています。でこの麻布もですね、将来的には腐って、根だけになってこう、自然な感じになってきてくれるのかなと思っています。で、これがですね、デンドロビウムのガーデンデンドロビウムの一番赤が濃いやつの親木、今これを増やしているところなんですけどね、赤が結構人気あるんで、これをちょっと今高めを取ったりして増やしているところですけど、もうちょっと植え替えして大株にして、バルブ挿しとか高め取りとかをしていかなくちゃいけないのかなと思っています。これは貴重な親木として今何十株か残しているところですね。この系統はですね、バルブごとこう苔玉につけたっていうやつですね。これは吉川さんたちが一応小さいバルブをですね、バルブ雑誌からバルブ伏せから作った苗をつけてもらったやつがこれですね。これが3年目になると思うんですけど、こういう形で苗ができてきますので、でもまだ今年はですね、来年はこれから花を咲かして色の選別をしていきたいと思うんです。ですから来年はこれで色を見てから色の選別して、それから増やす大量生産には大量生産しないですね。
色別に増やしていきたいなと思っているところです。はい、こういう高芽も出てますからね。今年も高芽も1000株ぐらい作ってるんで、徐々に準備や次の年の準備はしていってるところです。はい、こういう形、ここの列が約20メートルぐらいあるんですけど、ガーデンデンドロビウムが主です。はい、こういう形で板付けで作り上げてますんで、こういうのをですね、都会のベランダで楽しむような時代が来ればいいかなと思ってるんですよね。この前も札幌とか北海道とか東京に行ったんですけど、すごくマンションとかいっぱいあってですね、そこにですねマーケットがたくさんあるような気もしました。ベランダでですねグリーンもいっぱい飾ってるところもあるし、そういうところですねマイナス仕事まで耐える洋ランをですね飾る時代が来ればいいなと思っています。こういう葉が焼けたんですよね。焼けた残りだけどもう綺麗な葉も他に出てるんで、これはこれでなんとか持ち越すのかなと思っています。この暗いところは葉に焼けた残骸です。3日間ぐらいでこんなになりますからね。これがですね去年、大株を手に入れてそれを株分けしたやつです。大株もう大きい株があったんですけど、それを株分けして流木漬けにしてやつですね。これ今年、梅雨1シーズン越したんで、こうやって根が回ってきてくれました。で新しいバルブも出てきていますんで、これは外で相当鍛えられた株ですんで、すごく丈夫ですね。これも外でやつはこれは葉焼けあんまりしませんでした。こんな形で古いバルブはまだ養分が残ってるんでこのまましますけど、将来的にちょっとしわしわになったらこれをカットしてきれいな部分だけ残そうかなと思っています。これがですね海で拾ってきた流木ですね。こういう感じでもうちょっと硬木です。硬い木なんで腐らないかなと思って今こういう形でつけてます。大体こうやってつけて根が張ってくるとほとんど売れてる状態なんで、家の玄関なんかにポッと飾るとかですねいいのかなって。で家に木があればですねそれにぶら下げとってもいいし、まだこれは今年の春につけたばっかりで根はそんな完璧には回っていないんですけど、白い根が徐々に出てきてますんで、こういったのもオブジェとして面白いのかなと思ってですね。これもオンリーワンの世界ですから結構うちぐらいしかないかなと思いますね。これもですねちょっとこれも流木またぎがあったんで股のところに3株ぐらいはめてみました。これも1年かけて根を回してきれいに作り上げたいなと思っています。これもガーデンデンドロビウムですから外で大丈夫なやつですね。これもですねステンレスの網にガーデンデンドロビウムをちょっとつけたってですね、こういう形で季節外れで花が咲く場合もありますね。でも夏の観葉植物としても面白いかなと思うんですよね。ステンレスの網もあればザルもあるしですね、こういう形も面白いかなと思うんですよね。これ根が張ってくるとですね。でもこういうことをやってるの多分私がですよね。こういうのをですねちょっと100均行ったらこういう深手もあったんで、深手にちょうどはまってくるんで、これはこれで面白いのかなと思ってるんですよね。もうグリーンが綺麗ですからね。と横にはですねネットを金網があったんで金網ですね苗を吊るしてここで養生しているという形ですね。ちょうど光の当たり具合もここでいいんじゃないかなと思うんですよね。でこれがですね、今年、2年生の高めで養成した苗を2株ずつ植えたやつですね。もう根が張ってきています。これで苗を養成して大株にしてもうそのまま木につけるとか、ちょっと割ってほぐしてから木につけるとか、そういう方法で、外につける目的の苗作りという形で今挑戦しています。将来的にはこのままですね木にくっつけて巻いてやればそのまま育つというような形にしたいなと思っているところですね。その状況はですね今ちょっと試験中です。これをもうちょっと根をほぐした方がいいのかこのままつけた方がいいのか今ちょっと試験中ですので、そこら辺は徐々に今後お伝えできるかなと思っています。できるだけですね違うような株をくっつけているんで、2色ぐらい咲いてくれればいいのかなと思っているところですね。
こういった苗作り、はい、もうこれが基本的に苗という形でこう考えていきたいなと思っているところです。でこのままでもこう大株になればですね、花が咲いて、そのままの商品としての価値も出てくるかなと思いますね。ゆくゆくはこうやって根がいっぱい張ってきて、こう根ばっかりの状態になってくるとは思うんですけど、それはそれでもいいのかな。もう根がいっぱい張ってきた場合、そのままくっつけてもいいですし、これ半分に割ってくっつけても全然構わないかなと思っています。南側壁ブロックはですね、展示場はガーデンデンドロビウム中心の飾り方にしていきたいなと思っています。これをですね、ぜひ全国に広めたいなと思っておりますので、徐々にですね、どういう普及の仕方をするかは今後の検討課題ですので、市場流通するのか、どうしようかって今考えているところですね。できればですね、YouTube のクルカラ村さんで、苗の販売とかそういった形で、全国に普及させていきたいなというのが、一番の目標ですね。そういうところで、協賛してくれる方、一緒にサポーターになってくれる方はですね、これを一応ある程度普及させるために定額でそれはですね提供していきたいと思っていますので、その辺はですねぜひ将来、ここにやはり 2,3 年はかかると思うんですけど、ぜひガーデンデンドロビウムを全国の庭の木にですね咲かせていきたいなと思っています。とかあともう庭の木がないところはベランダでですね、板付けとか、そういう形で、普及できないかなと思っているところですね。はい、まだガーデンデンドロビウムを中心に作っているところは日本で多分うちぐらいしかないと思うんで、小さいところですけど、徐々にこう広めていきたいと思っているところですね。はい、今来年度はですね色別にしていきたいと思っていますので、色別で、商品ができるような時代にしていきたいなと思っています。はい、本日はですねちょっと長くなったんですけれども、こういった展示を作っているんで、一人で見るのはもったいないんで、近くの方はですね見に来ていただいて、癒していただければいいかなと思うんですよね。見るだけでも全然構わないし、こういった作り方もあるんだということで、勉強してもらってもいいのかなと思っていますので、ぜひ宮崎県こういう川南町の国道15線沿いに、こういう変な店がありますんで、ぜひ寄ってみてください。今日も何人かですね通りすがりの方が寄ってもらったんですけど、一応見学という形だけの方もおられますし、全然そこには構いませんので、ぜひガーデンデンドロビウム一緒に普及させていただけるような方がおられれば、ぜひ協力してください。今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。